にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。骨に見える傷に引っかかるゆで理論は何度聞いてもそうはならんやろ。愛の字が骨に見えるからそっから出てくるとか、なんだその超理論。だって犬として完璧だからダルメシマンの魂本能にウォンウォンささやいちゃったんだ。ちなみに連載当時は背中に傷をつけた時は X 型の傷だったのが、翌週ダルメシマンが脱出する段になったら I 型になってた。最高。令和のブラックホールよかったわ。ゆで理論炸裂な戦いだったのは忘れてたが、ブラックホールめっちゃ恐怖を教えたがってるな。普通のプロレス技使ってて逆に違和感あったわ。ブラックホールの描写が近年初撮影されたやつになってるな。無駄に科学的だ。1が骨の形に見える。わかる。模様を塊にして飛ばす。まあわかる。唾液で膜を作って影を消す。ゆでがそう言えばそうなるのがゆで理論なのだ。犬は人間の1億倍の嗅覚って、犬は人間より嗅覚は確かに良いけど1億倍は盛りすぎだよな。ただあの穴の形が罠だったにしても、ダルメシマンの立場から見てどこから出ればブラックホールの予想外になるかなんてわかるわけないな。スペクルボムでブラックホールの穴を塞げるのが一番おかしいだろ。人一人を無理やり吸い込めるのになんでボール一つを吸い込めないんだ。ブラックホールに吸引されるお腹に集めた反応が落ちんみたいだった。同じこと思ったわ。ラーメンマンと戦うつもりでいたのに、ブラックホール対策もバッチリとはさすがパーフェクト超人。ダルメシマンの技対ブラックホールに特化しすぎやろ。スピクルボムがブラックホールに吸い込まれないのが当時からよくわからんかった。ダルメシアン、ブラックホールから脱出するときに動物超人だからスグルと同じホワイトホールへぶっ放して脱出するかと思ったけど違っててよかった。ダルメシマンが想像以上に犬すぎて笑う。悲鳴がキャイーンってだけで笑える。犬ならどんなに屈強でもキャイーンだからな。ダルメシマンはドーベルマン頭だとデザインかっこよく見えるわ。ドーベルマンなんかにならずダメルシアンとしての誇りを見せてほしかった。相手がスグルだったら小型犬に変身して可愛くて攻撃できないというギャグ展開だっただろうな。笑うと急に小物感出るなブラックホール。ちょっと声が安定してないような気がしたし、プロってすごいんだな。宮田さんの声、前までは不安視する意見もあったけど今回の放送で払拭されたと思うな。ブラックホールの声すごく良かったよ。檜山さんはベテランなのでも安定感がすごい。ダルメシマン好きなキャラではないが、檜山さんの安定した芝居でずっとセリフ聞いてられるのが良い。ある意味宮田のフォロー役として知名度とキャリアと安定感のある檜山を当てたのかなって。ヒロアマダに聞こえて笑ってしまう。檜山さんみたいな声優いてくれてなんか助かる感じ。檜山がワンチャンだけで終わりとは思えないから、オリジンの誰かも当てるのかな。オリジンや貞治は重厚感のあるおっさん声で固めてほしいとこだが、宮田俊也の声優としての師匠は浪川大輔なのか。宮田が声優に初挑戦した時に浪川大輔から直々に声優のレッスンを受けた。 X 上で宮田くん目当てで見てた女子が困惑している。なんで嗅覚が犬の1億倍は日常生活で困るだろうとか、黒い斑点が顔に集まったらなんで顔がドーベルマンになるんだとか、ダルメシアンぐらい大きいものでも吸引できるのにただの黒い球体だと詰まるのなんでとか、そんな意見を見た。ダルメシマンの斑点が移動するのは良いとして、それが穴になったり球になったりする理屈がわからない。体中の傷跡が角に集まると角が伸びたりする漫画でそれを言われてもな。しかし筋肉マン諸賢勢にはさぞかし不思議かつ意味不明な描写なんだろうな。鳴らされすぎてる往年のファンの方も大概どうかしているのかもしれない。古墳がマグネットパワーの鍵、城が合体する。ルルル。
か当たり前に真実となるゆで理論の中では船くらい軽い。ツッコミシーンも楽しんでもらいたいらしいからな。おお、ブラックホールが勝った。これで悪魔超人の3連敗は阻止か。次はアトランティス vs マーリンマンなんかな。原作知らないから悪魔超人が全敗じゃなくてよかった。正直筋肉マン以外は全敗だと思っておりましたことをここに謝罪いたします。今回の悪魔超人全員かませじゃなくてよかったわ。匂いがうんぬんはおしっこではいろいろとなんだろうな。だからよだれかとか終始思いつつ、首輪が取れたら狼になるのかと思っていた時も俺にもありました。ステカセや皮面に比べてブラックホールの描写がすごく優遇されているな。ゆでのお気に入りだけあるわ。昔の筋肉マンに比べてこの時代に復活させたのはありだったな。ブラックホールは極めながらの落下技持ってるだけでもかなり優遇されてるな。見た目もシンプルで赤黒がかっこいいし、決め技のなかった超人には今後も続々と新落下技は出てくる。最後の決め技のとことかもっとかっこよくできるはずなんよな。画面揺らすとか、出先演出見たく何度も繰り返すとか、効果音もっといいの探すとか、作画は不満ないだけに演出関係力入れてくれ。ゲームでいうところの超筆みたいな演出はあった方が面白かったかもね。2期は時間空くし、そこら辺の演出面改善してほしいわ。やっぱり決め技はじっくり見たい。アロガントとかあっさり流されたら台無しだし。しかし主人公の出番が次回予告だけというのは何なの。これ筋肉マンさん、他の試合が全部終わるまでストンティングされ続けてるわけ。そうだぞ。スグルの試合までもうちょっと踏まれてるから待っててあげよう。アトランティス戦の次がスグルだからもう少し待って。ブラックホール vs ダルメシマン。前半でボコボコにされ劣勢になりながらの後半からの逆転劇が熱い。悪魔超人初の勝利おめでとうブラックホール。そしてブラックホールの声優であるキスマイミヤタくん、めちゃくちゃうまかったし違和感もなかった。すげえ。次回はアトランティス活躍会かな。推し超人の一人であるブラックホールの新必殺技4ディメンション級見せてもらいました。ドラゴンスープレックスもコブラツイストも8面ブラックホールキックもかっこよすぎて関連。特にセパレートシャドウの登場は必見。ダルメシアン要素が反転を自由に扱えるだったとはさすがに予想できなかったぜ。迎え撃つブラックホール特殊技もかっこいいし、ドラゴンスープレックス、コブラツイストの定番プロレス技も見せてくれるし、まっとうにかっこよかったな。悪魔のギフトだ。セリフも切れてる。2連敗と追い込まれた中でのブラックホール vs ダルメシマンの一戦。懐かしいシーンを振り返りつつも、改良されたブラックホールの妙技に感無量。さすがバッファローマン以外では、唯一他シリーズでも活躍の場があった超人なだけのことはあったんじゃない。ブラックホールはやはりかっこいいです。穴だけどイケメン。ダルメシマン。思ってたよりトリッキーで、それドーベルマンじゃねえか。とか、犬の反転ってそういうものだったっけとかそういうところが面白いんですよね。現時点でのベストバウトだと思います。もともとはバッファローマンではなく、ブラックホールが悪魔超人の狩猟の予定だったが、作者が早くブラックホールを描きたすぎて、2000部に変えられた結果、かませになったのは有名な話。ブラックホールはそもそも強い。今週も最高だったな。筋肉マン。犬は豚とか牛の骨に夢中とか流れだったけど、本当にそうなんだよな。これはゆで理論とかじゃなく本当。あの形に吸い寄せられるんよな。あの形の骨。来週も楽しみ。ブラックホール、カカカ、とか言ってる時と、別のセリフ言ってる時の落差がうまい。下手に前任の毛利大輔さんに寄せなかったのも良い方に言ったかも。これから宮田俊也さん、アニメ吹き替えの仕事増えそうです。体についた傷が突破口。あ、そうそう、こんなだったわ。と、記憶の奥底にあるものを掘り出したような爽快感。愛の字は骨に似ている。やってることは完全にギャグなんだが、本人たちが真面目にやってるから余計に面白い。自害なんてさせないぞってことね。ステカセも負けから逃げてるだけって言ってたし、
悪魔たちにも共通の信念がある感じで本当にかっこいいな。ブラックホール本当にかっこよかった。大好きになったわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。